大きな存在であり小さなエンジンだと。ミツバチっていうのはね、たった9種しかいないわけですよ。地球の環境容量のレッドラインをもう超えようとしてる。人間にもっと気がつけると、自分の分際やありようっていうのをもっと考える。この動画をご覧の皆様、こんにちは。私は京都にあります生はちみつ専門店シェプロの丹山と申します。シェプロは2023年11月の24日オープン10周年を迎えます。10周年の記念企画といたしまして、今回は造園家の涌井正幸さんをお招きし、時代とともに変化する自然環境やミツバチをめぐる現状、そしてこれからの人間と自然の共生などについてお話を伺っていきたいと思います。涌井さん、本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。一番端的にですね、自然の中におけるミツバチの役割を実は説明したのはなんと物理学者のアインシュタイン。もし仮に我々の身の回りからミツバチがいなくなったら、我々は4年ほどして絶滅するであろうと。例えばミツバチが中東というそのめしべやおしべのところに受粉しない限り、あるいはそのミツバチの上手な受粉の仕方がない限りね、実は実らないものってたくさんあるわけですよ。野菜から果物から、あるいはカシューナッツとかですね、そういうものに至るまで。しかもミツバチが上手に蜜を取っている間に体をこう回すことによって初めてね、きれいな形の果物が取れるという、そういう役割、つまり生態系というものを回す一つの小さなエンジンというかな、大きな存在であり小さなエンジンだというふうに考えてもらった方がいいのかなという気がしますね。もう少し大きな視点で言うとね、生態系って何かっていうことを皆さんに考えてほしいんですよ。地球の大きさってどのぐらいの大きさだか知っている？半径 6400km。じゃあ命がにぎにぎしくせめぎ合って、日頃我々に美しい花や、あるいはいい香りや、あるいは鳥が飛んだり虫が飛んだり、豊かな生き物のその生活がね、垣間見れる、そうした生物がにぎわってる空間ってどのぐらいの厚みか分かる？たった3キロ。そして1個体が命を失う、もうこれ以上いたら命を継続することができないっていう空間はたった30キロしかない。ということはね、巨大なスイカにフィルムでこう乾燥しないようにラッピングする、このフィルムの厚みぐらいしか実は生命圏っていうのは存在してない。でこの生命圏の中にありとあらゆる循環が起きてるわけ。すなわちエネルギーや物質の再生循環がその薄い膜の中で生物たちの自分たちがそういう役割を果たしてるってことを気がつかないうちに一つ一つが部品になって生命圏というのが構成している。そういう生物種というのはどのぐらいの種がいるのかというとね、3300万種というのが大体一般的に言われてるわけね。でこの3300万種っていうのは戸籍がある生き物、つまり誰がいつどこで発見した、名前はどうだって分かってる。分からないものを入れると約1億種ぐらいに達するんだろうと思うんだけども、その中でミツバチっていうのはね、たった9種しかいないわけですよ。それでその9種のミツバチが受粉活動をやって実りをもたらして、で我々に薬や食料として、しかも単に甘さだけではなくて、もうさまざまなミツバチが作り上げる物質、蜂蜜もしかり、それからロイヤルゼリーもしかり、プロポリスもしかり、蜜蝋もしかり、全てのその自然素材を自分で加工して、それを人間が利用してるわけだよね。
一昆虫の生産物をこれほど利用するって種って何があるのって言ったらミツバチ以外ないんですよ。ところが悲しいことに先ほども言ったようにあって当たり前の存在っていうのは大事にしないわけです。でその結果別に我々人間が故意にそうしてるわけではないんだけども、結果としては我々自身のライフスタイルが非常に過剰な形になって、いかにもその生態系を人間が支配しているかのような錯誤に陥ってね、それが環境ストレスという形で実はミツバチを脅かし始めて CCD というね、黄群崩壊症候群という形でミツバチ、つまり女王蜂そのものの数が減り、そしてそれによって集まっている働き蜂を含めたミツバチの群れっていうのがね、コロニーがどんどん急速になくなっちゃう。人間はいかに生態系サービスという自然の恵みに支えられてるか、もっともっとねミツバチに対してリスペクトしなきゃいけない、こういうのが人間とミツバチの関係だと思う。蜂蜜のイメージよりもね、本物の健康っていうことを考えた方がいいと思うんですよ。僕はね、基本的に薬をあまり飲まないっていうのが大前提ね。お医者さんにもあまり行かないという方法をとってる。もうそれは何でかっていうとね、人間自身が持っているホメオスターシスということがある。恒常性。外部環境のストレスに対して政治的に抗体を作り出すっていう自己免疫力、これをどれだけ強化するかってすごく大事なんですよ。だから我々は神様から与えられた命ではあるんだが、本来の健康って何っていうと、自己の中で完結している免疫力を上げて、そしてできる限りストレスを少なくするということが本当の健康だと思うのね。でそこでね、ミツバチさんのことを考えてみると、本来のミツバチってね、自由に飛び回って、そして自由にその蜜を嗅ぎ分けて、それでそれを巣に持ち帰って子育てに使う。つまりストレスがない状態でその自由に集めてくるということがすごく大事で、しかも巣の中に持ち帰った時に酵素が働いて、それで蜂蜜特有の、ね、ミネラルを含んだ栄養源をそこにこう作り上げるっていう。だからね、蜂にとって一番重要なことはいかに環境ストレスがない、そういう自由な環境の中で自分の選択をして純粋に蜜を集めてこれる活動があるかどうか、その活動によって裏付けられたものが本物の蜂蜜になるんじゃないかって気がするんだけど。私は蜂の専門家でも蜂のお友達でもないんでね、はっきりしたことは言えないんですけれども、地球環境の問題を取り扱っている一人として非常に危惧しているのは、要するに気候変動がものすごい勢いで激甚化、集中化、広域化してるってね。ということはね、今までと要するに全く違う世界が広がりつつあるんですよ、生物社会の中で。本来ならばあの辺にこういう花があるはずだとか、そういう状態があるんだけども、ものすごい今までと違う雨の量が降ったり、それから気温が高かったりすると、そういう花が開かないっていう現象を見てくる。少し長い時間、たった10年ぐらいで森や草原の植物の種類が変わってくる。したがって蜜源がなくなっちゃう。しかもなおかつその CO2 の問題も結構深刻で、それがミツバチの健康そのものを脅かすという可能性もある。したがって大規模な人為的な環境変化っていうのが
蜂を追い詰めてるという感性は非常に強いんですよね。ミツバチってすごいよねと。あれだけ狭いところにね密集して暮らしていて、どうして伝染病にかからないのか、どうして衛生状態は必ずしもねいいとは思えないのか、あんなにクリーンな状況を目指しているのか。これ全部実はミツバチの知恵とそのライフスタイルと、それからミツバチ自身が自然界から集めたものから生み出した抵抗力のある免疫力を上げる、そういう作用によって巣から何から全部出来上がってる。それを考えてみると、実はミツバチ自身が減少してるんではなくて、我々自身がミツバチを追い詰めてる、このことにやっぱりしっかり目を向けなければいけないんじゃないかなという思いますね。同時にそうしたことを考えたときに、先ほどの本物のミツバチは環境ストレスを受けない、そういう中で本来のミツバチが集めてくる蜜の質を保つことがすごく大事だ。両方合わせて考えてみるとね、いかにそのミツバチが自由に本来の姿でストレスがない形で生きていけるような状況を作り上げていくのかということに配慮しないと、突然そこにCCD 黄群崩壊症候群が起きたり、あるいはミツバチの個体数がずっと減ってしまったり、そういう現象を起こすんじゃないかと思います。一つはもう一回我々自身が何が幸せなのかっていうことを振り返るっていうところがすごく大事で、今まで我々はね、産業革命以降ね、ずっと価値観の主軸をね、成長と金銭に置き換えた。だから経済が大きくなったり、経済的に豊かになることが幸せを担保することだって勘違いしてきた。でもね、地球にはさっきも言ったように限界があるんですよ。これはキャリングキャパシティ。地球の環境容量っていうのは一定なんで、それは人間がどれほど努力しても作り上げることができない。ところが気が付かないうちにプラネタリーバウンダリーっていう地球の環境容量のレッドラインをもう超えようとしてる。例えばアメリカ人的な生活をみんながやろうとしたら、地球はね15個必要。日本人的な暮らしをやれば12個必要。だからいかにね、我々自身の欲望やそういうものの積み上げが地球を歪めているか。で、人間はさっき申し上げた住所が確定している、住民登録している3300万種のうちのたった3300万分の1なんだよ。この1がね、なんとね、そういう生命権を支配してるっていうこと自身がおかしい。それからもっと怖いのはね、生物が生み出すものを生物生産量バイオマスって言うんです。ところがね、この10年ぐらいからね、地球全体の生物生産量のを超えて人工生産物の量をなっちゃう。ということは、本来は物質を生物が分解して、それを液体なり気体なりに分解して、それがそのガスなり何なりになって循環して別なものを置き換えているから、その地球の健康状態が保てる、保たれてるでしょ。それができないということになってくると、人間の数はどんどん増えていく。で、僕はね、コロナのことを考えてみるとね、あれはね、地球の生命圏から人間に対する最後の警告だと思ってるんですよ。人間にもっと気がつけと。自分の分際やありようっていうのをもっと考えろ。これがコロナの警告だと思う。そういう議論をしている間にね、世界中もそういう認識になってきたんですよ。それは救われるんだけども、ちょうど去年
の夏あたりから G7 が行われ、そしてカナダのモントリオールでクンミンモントリオール議定書っていうのがですね、出来上がって、どういう対策が講じられたかというと、ようやくね、ネイチャーポジティブっていう宣言をしたんですよ。それは一体何かというと、自然を優先して社会的な課題に我々人類が当たろう。ネイチャーポジティブ。つまり今までネガティブな存在だったものをもう一回ね、ポジティブな存在だとして考えていく。で、その抽象的な概念だけでは地球の環境は守れないから、30 by 30って言ってね、陸域の 30%、それから海を含めた水域の 30% を法律的に保護して、そこは人間が勝手に手をつけてはいけないという方向にしなければ、もうこの地球の歪みは止まらないっていう協約ができたんです。環境指標という言葉があるのね。その環境を指標する生物、環境指標生物となりました。例えばどんなに詳しい科学的な分析機を使うよりも、そこにいる昆虫なり植物を見つける方がよっぽど環境のことがよくわかる。ミツバチもそう。我々ミツバチの恩恵を受けてるわけだから、単に蜂蜜をだけじゃなくて、ミツバチが活動することによってありとあらゆる食料のその生産が可能なので、恩恵を受けている以上、いつもミツバチを見つめてね、観測して、ミツバチ自身が健康な状態なのかどうかっていうことを見ることが、さっき言った環境指標生物としてね、非常に大きなウェルカムになる可能性があるので、ミツバチを皆さん大いにね、注目しましょうってことが私が言いたいことです。